毎使いの配信見てると残機どうすれば。俺もね、いけるとは思ってんだけどね。まだわかんないね。やっぱ単純に経験積んで、対戦慣れして、対策も進めて、前の OD たまに超困るとか、そういう風になんなければ、まあ、立ち回りは勝ってると思うよね。ただやっぱ大パンと、やっぱチョップは結構相性いいなと思ってね。いや、前なぁ、前やっぱちょっと対戦したいな。どなたか前対戦しないそれ寝ちゃった眠かったか。なんか早起きな時もあればな。なんか夜型の時もあるしな。前募集みたいにできなかったっけ。毎使い募集。誰でも歓迎。お、はい、来てくれた。口頭で。ちょっとやりましょうや。なるほど。うわー、2段だったー。そうか。そうか。足りる。あかん。ここをダブらしたいんだよね。ボディ玉のな認識が開幕ぐらいの距離だったら頑張って垂直したいなと思ってんだよね。ちょっとぼーっとしてるとやっぱできねえんだよな。大パンで受け止めたりガードしてなんかスクリューで暴れたりダブラリで暴れたりみたいな、そうすると攻めあぐねるみたいな感じではある。当たるよな。バックス短いよなこいつな。なんかめっちゃ短いよな。短い組。例えばこの辺からいける？あ、この辺からいける。頭突きが結構絡みやすいんだよな。なるほどね。前の球見て中パンはそれはめっちゃ有効。おお、笹じゃねえか。全然やりたいわ。ノーマル球にチョップで叩き落とすのもそうだし OD でもチョップ打っちゃって、そうすると結構手前の方でポンって浮き上がるから、それはやりたい。だからもうどっちにしろチョップ、ラッシュ見てもチョップ、何でもチョップ、何でもチョップ。もうういそれきつい。あざした。なんか前は球打ちとやっぱ OD 球雑に打って、ちょっと中足ラッシュしっかり、俺超食らっちゃったからな。でも やっぱ OD 球に垂直俺結構いいと思うな。あれ強いよな。下挑戦でさ跳ねさせてるところにさ台ガードさして下挑戦降ってきて台みたいな。グループステージで抜けたとしても前が絡んでくる可能性は全然ある。誰が変化してもおかしくないからね。普通フェノムとか出してくるから。ケンとキャミじゃきついから前で行くしかないんだ。残機が悪いんだ。そんな感じで行ってくる。落ちてくる下挑戦ってことがまあ球でしょ普通に。だからダブラリで5フレ玉無敵なんだよ。だから引っ張りすぎるとダメなんだよね。結構いけるな。これ台はあんま見ないねこれ。こうなっちゃう。引きつけるんだったら OD だったら OD1 フレ玉無敵だから。でもこれに対してもなんならチョップでこうやって食らう。こうすると目の前で落ちるから、そうすると向こうなんか計画狂って600点。これ500点なんだな。でカウンターで600点か。いいよ、もう600点ぐらいあげるよ。困難を回避する。そうあえて食らうという体力に余裕があるから。盤面取られて前のやりたいことが始まるの尺じゃん。でもね600円払えば別にそれでねそれがチャラにできると思えば、そうこれは結構いいなと思ってるけど、だから選べてないね。ため下挑戦の派生をジャンプぐらいする。そうだね確かに。ただこれって弱だったら飛ばないとか選ばないといけないと思ってる。でもっと言えばこの距離だったら分かんないじゃん。この距離だったらこう何か挑戦か分かんないから、同時攻撃してくんだったらこうやって受け止めてもね、いろんな抗いがあるからいろいろ使い分けていけばいいのかなと思ってる。いけるとは思ってる。割といけると思ってる。それはただ
だから大パンでしょ。このプレーこれぐらいの距離だったらこれ弱だけど、でもレンガだから、だからこれに対して距離見て、まあこういうこれの2択で済むのであれば、ファジーインパクトやっとけばこれ、そうただ遠いとこれレンガじゃないんですよ。これレンガじゃないからこうなっちゃう。だからちょいために負けちゃうとかあるけど、ちょいためやる時点でちょいためしてる時点でちょっとテンポロスするから、まあだしこうザンギは結構ダブラリが結構いいから、なんかそんなによくないあれさ、お疲れです。あ、キンバリー対策、パンクのキンバリー対策したいんだよな。そういえばな、パンクのキンバリー来そうだからな。これもな、やっぱキンバリー使い探さないとな。やる気満々。ちょっと小娘とはキャラが違えんだけどな。前よりはマシになって、大丈夫、俺見てるから。隠れ R ファンボーイとしては俺ちゃんとチェックしてから大丈夫よ。ファジーマイジャンプ、確かにそうだな、そうやな。ファジージャンプの方が結構、そうこっちの方が一応汎用性が高いね。そうだね、ジャンプ今日入るね。目蹴り確かに気づかなかった。じゃこれ冷血式ね。ミスった。やっぱね、これ決まると米稼ぎできるからな、やっぱ。なんてだっけこれ、5200か、たった5200か。近距離化挑戦が合わされて、まあ残機の前、そうだね、確かに。一応大パン、そうだよね、大パンいけちゃう。これでもダブラリダメなんだな。そうだから大パン化挑戦はそこまで、なんか他のキャラは結構それでねパワハラしてくイメージがあるけどね、前はね。残機に対してはやっぱそこでこういう盤面で大パン化挑戦結構やりたくなると思うけど、残機には結構これがあるからみたいなね。OD 玉これっす。あんまここまでためないんだよな、結構。やっぱ見てるとちょっと例えばさ、これ中距離ぐらいでさためてさ、こういう動きするとすんじゃん。運が悪かったらさ絡まれちゃうからね、こうやってなんかこんな感じでねえ、これ普通に OD 玉出してれば潰してたのにみたいな感じになっちゃうからな。飛びとかもそうだし、黄ばんだ瞬間に上入れる。こうこれはやるべきなのかどうか悩んでる。まあそう、ホムラ中はちょっとね、まあ、話変わってくるからな。そこはちょっとどうするかってのはあるよな。遠いと同時攻撃してきた時にこうラッシュで何で対空されるかだよな。こうやって同時攻撃するわけだけど、残機が飛んだの見てから対空したりすると思うんだけど、昇竜拳で終わってくれればなんかまだいいやって感じよね。今日の龍炎部か、確かにそうか。これでこうやるのか。確かにそこまでそれ入ったら超痛えな。確かに。いやー、ちょっと肉眼で見ないとちょっと分かんねえな。体感しないとな。どれぐらいやりやすくて多分感覚的にはあるもんな。いやー、そこはやっぱちょっと勉強必要だよな。マジ当たんねえよなこれな。全然当たんないからねこれ。ほらこれやばくない？これやばいね。
今のやばいね。あ、中はやっぱまあまあ長いね。大はなんかでも薄いよな。先端飛びするんだったらやっぱ歩いて勝利しないといけない。このぐらいでこう残機の先端飛びをケアしなきゃいけないってなったら前もこう歩かなきゃいけないから、そうなってくるとまあ読み合いというかマインドゲームが進むからな。確かにマイジャンプやんないとな。モダン弱なんだ。それはそうか。そこで龍炎部隊空か。おお、これか。カラジャンもしっかり発生15。こんなん入るでしょ。いろいろあるよねこれね。ランクマンいくか。結構テラリの前の動きにテラリでやられてる。何これ号機か。お、NL だ。CC プレイヤー来たぞ。でも別グループだから一緒に練習しような。